皆さんごきげんよう。健康読書の読ちゃんです。今日の動画は肌のトラブル対処完全版と題し、肌の赤み、肌の乾燥、ニキビ、敏感肌、シミ、くすみ、シワ以上の6つの肌のトラブルそれぞれについて、効果のある栄養、日々のケア、効果的な化粧品有効成分をご紹介します。この動画を見ればお悩みの肌トラブルについて大体のことは知れるはずですので、肌トラブルに悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。とはいえ原因や効果は人それぞれですので、自分に合わないと思うものは控えるように注意してくださいね。このチャンネルでは科学的根拠に基づく知って得する健康雑学を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方は今のうちによろしくお願いします。では行ってみよう。1、肌の赤み。まず肌の赤みについてです。肌の赤みとは、肌の表面にある毛細血管が拡張して血液の色が透けて見えることです。毛細血管が拡張する原因は主に以下の2つに分けられます。炎症によるもの、バリア機能の低下によるもの。炎症によるものは肌が外部からの刺激や異物に反応して免疫システムが働くことで起こります。免疫システムは肌の細胞がダメージを受けたり、ウイルスや菌などの異物が侵入したりすると、これらを排除しようとします。その際に肌の細胞からヒスタミンやプロスタグランジンなどの化学物質が放出されます。そしてこれらの化学物質は肌の毛細血管に作用して血流を増やしたり、血管の透過性を高めたりします。その結果、肌に腫れや熱感、赤みなどの症状が現れます。もう一つのバリア機能の低下によるものは、肌が乾燥したり紫外線や化粧品などの刺激を受けたりすることで起こります。肌にはバリア機能と呼ばれる外部からの刺激や乾燥から肌を守る機能があります。バリア機能は肌の一番外側にある角質層が整っていることで保たれます。しかし角質層が傷ついたり水分や油分が不足したりするとバリア機能が低下してしまいます。すると肌は外部刺激に敏感になり、刺激を受けた箇所が炎症を起こしやすくなります。そして炎症が繰り返されると毛細血管が拡張しやすくなり、赤みが続いてしまうことがあります。そんな肌の赤みに効果的なビタミンは、肌のバリア機能を高めるビタミン E やビタミン E、日光の害を防ぐニコチン酸ビタミン B3 がおすすめです。ビタミン E はレバーやほうれん草、人参などに多く含まれています。ビタミン E はアーモンドや胚芽米などに多く含まれています。そしてニコチン酸はマグロやキノコ類などに多く含まれています。他にも肌の赤みに効果的なミネラルとしておすすめなのが亜鉛です。亜鉛は肌の炎症を抑える働きがあります。亜鉛は牡蠣やレバー、牛肉などに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂取することで肌の赤みを防ぐことができます。そして日々のケアとして、外部刺激に対する肌のバリア機能を高めるためには保湿が重要です。化粧水や乳液、クリームなど自分に合ったもので肌に水分と油分を与えましょう。また日焼け止めクリームで紫外線から肌を守ることも大切です。次に肌の赤みに効果的な化粧品有効成分ですが、抗炎症作用や鎮静作用を持つ成分です。例えばグリチルリチン酸、アラントイン、アスレン、カモミールエキス、シカエキスなどがあります。これらの成分は肌の炎症を抑えて赤みを防ぎ、肌荒れの改善や傷の修復にも効果的です。2、肌の乾燥。肌の乾燥は肌の一番外側にある表皮の角層という部分の水分が失われることで起こります。角層は角層細胞や細胞間脂質が隙間なく並ぶことで肌のバリア機能を持ち、水分の蒸散を防いでいます。しかし以下のような要因によって肌のバリア機能が低下し、水分が逃げやすくなってしまうんです。例えば寝不足や変色、過度なダイエットなどは肌のターンオーバー約46週間で肌細胞が生まれ変わるサイクルを乱し、健康な肌を保つ成分を減らしてしまいます。また洗顔料の洗浄力やお湯の温度が濃すぎたり洗いすぎたりすると肌に必要な油分も奪ってしまいます。そして紫外線も肌にダメージを与えて日焼けを起こし、角層から水分を奪うとともに肌をぼわつかせてしまいます。しかしそれらを対処していても年齢とともに角層内の天然保湿因子 NMF や皮脂皮脂膜の主成分は減少してしまいます。そのため保湿や肌のターンオーバーを促進させることが大切です。おすすめのビタミンとして保湿効果のあるビタミン E やビタミン C、皮膚の新陳代謝を促すビタミン B2 の摂取がおすすめです。ビタミン C は柑橘類やトマト、イチゴなどに多く含まれています。ビタミン B にはレバーや豚肉、ウニなどに多く含まれています。他にも肌の乾燥に効果的なミネラルとしてカルシウムがあります。カルシウムは肌の再生や保水維持に働きます。カルシウムは牛乳やチーズ、小松菜などに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂取することで肌の乾燥を防ぐことができます。日々のケアでは肌の水分油分を失わないように洗浄力が高すぎない洗顔料を使用し、
熱すぎないお湯で洗顔をしましょう。そして肌の乾燥に効果的な化粧品有効成分は保湿作用やバリア機能を高める成分です。例えばヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン、アミノ酸、プラセンタエキスなどがあります。これらの成分は肌に水分を与えてしっとりさせたり、肌の表面に潤いの膜を作って乾燥から守ったりします。3、ニキビは皮脂の過剰分泌、毛穴の詰まり、アクネ菌の増殖などが複雑に関係して起こる皮膚の病気です。皮脂の過剰分泌は性ホルモンやストレスなどが影響します。皮脂が多いと毛穴に詰まりやすくなります。そして常細菌であるアクネ菌がその皮脂を栄養にして炎症を起こして赤ニキビや黄ニキビになります。また毛穴の詰まりはターンオーバー肌の新陳代謝の乱れやメイク汚れなどが原因です。そして毛穴が詰まると皮脂が溜まって白ニキビや黒ニキビになります。過剰な皮脂の分泌を抑えるために有効なビタミンはビタミン E やビタミン B6、抗炎症作用のあるビタミン C がおすすめです。ビタミン B6 はレバーや豚肉、バナナなどに多く含まれています。他にもニキビに効果的なミネラルとしてマグネシウムやカリウム、亜鉛があります。マグネシウムは肌の弾力を維持し、亜鉛は肌の代謝を促し、カリウムは皮脂の分泌を整えます。マグネシウムは魚介類や大豆、アーモンドなどに、カリウムはバナナやジャガイモなどに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂取することでニキビを防ぐことができます。また日常のケアで皮脂の分泌を抑えるためには頻繁に清潔なタオルで優しく拭くなどして余分な皮脂を取り除きましょう。さらに毛穴の詰まりを防ぐためにはオイルなどを使用したクレンジングがおすすめです。ただしどのケアも頻度や強さは適度にしましょう。過剰な刺激は逆効果です。そしてニキビに効果的な化粧品有効成分は殺菌作用や角質ケア作用を持つ成分です。例えばサリチル酸、ビタミン C 誘導体、トラネキサム酸、グリチルリチン酸、イソプロピルメチルフェノールなどがあります。これらの成分はニキビの原因となるアクネ菌を殺菌したり、毛穴の詰まりを取り除いたり、ニキビ跡の色素沈着を防いだりします。4、敏感肌。敏感肌とは皮膚のバリア機能が低下して外部刺激に過敏に反応する状態です。敏感肌になる原因は内的要因と外的要因の2つに分けられます。内的要因としてはストレスや体調の変化、睡眠不足などがあります。これらは皮膚のターンオーバーを乱したり免疫力を低下させたりして肌のバリア機能を弱めます。次に外的要因としては紫外線や気温、乾燥などの環境刺激や化粧品や洗剤などの化学物質があります。これらも肌にダメージを与えたりアレルギー反応を引き起こしたりして肌のバリア機能を損ないます。次に敏感肌の人におすすめのビタミンですが、先ほど乾燥肌やニキビにも効果的であったビタミン B2 とビタミン B6 が効果的です。敏感肌の人もビタミン B2 で皮膚の新陳代謝を活性化し、ビタミン B6 で肌荒れの予防を行う必要があります。次に敏感肌の人に摂取してほしいミネラルはセレンと亜鉛です。セレンは肌の酸化ストレスを軽減します。亜鉛も肌の代謝を促すために重要です。セレンはブラジルナッツや酒、卵などに多く含まれています。また敏感肌の人はカフェインや香辛料を摂取しすぎると肌荒れしてしまう方が多いようですので注意しましょう。日常的に気をつけることとしては肌に直接触れたり紫外線や乾燥など肌表面に刺激を与えることを避けるようにしましょう。敏感肌に効果的な化粧品有効成分は刺激を与えない成分や肌のバリア機能を強化する成分です。例えばセラミド、ナイアシンアミド、人型セラミド、ヘパリン類似物質、プラセンタエキスなどがあります。これらの成分は肌の水分と油分のバランスを整えたり肌の自己防御力を高めたり肌の再生を促したりします。5、シミ、くすみ。シミやくすみはメラニン色素の過剰な生成によって起こります。メラニンは紫外線や炎症などの刺激を受けるとメラノサイトという細胞が作り出す色素のことです。メラニンは肌を守る役割がありますが過剰に生成されたり排出されずに残ったりするとシミやくすみになってしまうんです。メラニンの生成を抑えるビタミンはビタミン C、E、B6 が効果的です。ビタミン C にはメラニン生成に必要なチロシナーゼという酵素の活性を抑制する作用があります。また生成されたメラニン色素を還元して無色化する働きも持っています。ビタミン E には抗酸化力がありメラニンの酸化を防ぐ作用があります。また新陳代謝も高めてくれるのでメラニンの排出に役立ちます。ビタミン B6 はアミノ酸の分解や吸収に関わる栄養素です。メラニンはアミノ酸から作られるのでビタミン B6 が不足するとメラニンの生成が増えてしまいます。そしてシミやくすみを抑える効果的なミネラルは
鉄や銅があります。鉄は肌の血行を促進し、銅はコラーゲンやエラスチンの生成を促進します。鉄はレバーやほうれん草、小豆などに、銅は牡蠣やカシューナッツ、アボカドなどに多く含まれています。以上がメラニンの過剰な生成を抑えるのに有効な栄養素です。これらの食品をバランスよく摂取することで、シミやくすみを防ぐことができます。そして日々のケアとしては何といっても紫外線対策です。紫外線から肌を守るためには、日焼け止めを塗ることが重要です。日焼け止めには、紫外線を反射、散乱させる物理的な防御効果と、紫外線を吸収、無害化する科学的な防御効果の2種類があります。日焼け止めの防御効果は、SPF-SUN、プロテクション、ファクター、GRD、オブ、UVA という指標で表されます。SPF は、皮膚を赤く日焼けさせ肌や目に炎症を起こす光線である UV、B に対する防御効果を示す指標で、数値が高いほど紫外線を吸収、無害化する能力が高いことを意味します。PE は、皮膚を黒く焼く作用がある光線である UV、A に対する防御効果を示す指標で、プラス記号の数が多いほど紫外線を吸収、無害化する能力が高いことを意味します。日焼け止めを選ぶときは、自分の肌質や外出時間、紫外線の強さなどに合わせて、適切な SPF と PE の値を選ぶことが大切です。そしてシミやくすみに効果的な化粧品有効成分は、メラニンの生成を抑制する成分やメラニンの排出を促進する成分です。例えば、ビタミン C 誘導体、トラネキサム酸、アルブチン、ハイドロキノン、プラセンタエキスなどがあります。これらの成分は、肌の色素沈着を防いだり、肌の代謝を活性化したり、肌の透明感を高めたりします。6、シワ。最後にシワについてです。シワができるメカニズムは、表皮と真皮の2層構造の両方に関係しています。表皮のシワは、主に乾燥によって起こります。肌が乾燥すると、角質層の水分量が減り、細胞間に隙間ができてしまいます。すると、水分が蒸発しやすくなり、皮膚が薄く硬くなります。その結果、浅く細かいシワができてしまいます。このようなシワは、目の周りや口の周りなどによく見られ、ちりめんじわとも呼ばれます。真皮のシワは、主に紫外線や加齢によって起こります。紫外線を浴びると、皮膚に活性酸素が発生します。すると、真皮の弾力が失われ、皮膚がたるんでしまいます。その結果、深く大きなシワができてしまいます。このようなシワは、目尻や顎、ほうれい線などによく見られ、表情じわとも呼ばれます。加齢によっても、真皮のシワができやすくなります。加齢すると、真皮の中の繊維が細胞という細胞が、コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を作り出す能力が低下し、真皮の構成要素が減少するため皮膚の張りや弾力が低下しシワができてしまいます。シワが気になる人におすすめの栄養はビタミン E とビタミン E が有効です。ビタミン E は皮膚の健康維持を助け、ビタミン E は抗酸化作用で肌を保護します。摂取したいミネラルとしては肌の弾力の維持や、コラーゲンやエラスチンの生成を促進させるために、マグネシウムや銅を積極的に摂取しましょう。そしてシワに効果的な化粧品有効成分は、コラーゲンやエラスチンの生成を促す成分や肌の弾力を高める成分です。例えば、ニール1、レチノール、ナイアシンアミド、バクチオール、ヒト幹細胞培養液などがあります。これらの成分は、肌の張りやツヤを改善したり、シワの深さや数を減らしたりします。以上が肌のトラブルとそれに効果のある栄養素や対策についての紹介でした。いかがでしたか？皆さんの肌のトラブルに役立つ情報がありましたか？もし気になる点や質問、深掘りしてほしい内容があればコメント欄で教えてくださいね。そしてこの動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。次回の動画でもあなたの健康に役立つ情報を発信いたします。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。